はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのゴルガリミットを紹介したいと思います。こちらのリストはリバウンドスタンダードで6人していたものなのですが、最近またメタが回りまして、ランプが減ったことによってゴルガリがまた競技で勝ち出しているということで、今更ながらの紹介ですね。いろいろな形があるのですが、新カードとして目ざとい新人が登場したのがポイントで、パワー型フネスが大きいクリーチャーを出すたびに育ち、さらに調査も行えるというアドバンテージ生物になっています。保証や説教者までつなげてそのまま44に育てることもでき、2マナ生物ながらほぼマスター除去なのが強みですね。また新カードとしては愛憎にも試されていて、6マナという重たい生物ながら、毎ターン21威迫到達のトークンを2体ずつ生成することができ、フィニッシャーとしては申し分のない能力になっています。ゴルガリは基本的にランプには振りがつくのですが、コントロールに対してはアドバンテージを取り続けて勝つことができ、コントロールを使っていると意外と嫌なのがこのデッキですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら5手。初頭3ターン目はマリガンですね。2マナクリーチャーが欲しかったですが、こちらキープしていきましょう。序盤から動いていきたいということで、保証ボトムですね。さあ相手は悩んでくる。青黒。これは脅迫キープしててよかったですね。青黒コントロール。なるほど。一応これ接合機落としておきますか。除去に関しては、どんどん撃たれてても全然大丈夫なんで。さあ、2マナクリーチャーを引けたので、戦慄騎士を出していきましょう。こちらは除去られても除去られても全然アドバンテージをね、取っていける、生物ばかりということで、除去ってくださいという感じですね。で、除去を打ち続けて、除去が切れたところで勝っていくっていうのが、こちらのデッキの勝ちパターンになりますね。さあ、相手除去を打つか悩んでいますが、除去を打ったら、普通にドローしていくだけですね。さあ、喉首を使ってくる。なるほど。喉首を使うことに関しては、グリッサや保証がね、生き残りやすくなるので、いいでしょう。さあ、ただ、こっちもね、1ターンに1枚ずつしか、クリーチャーを出せないということで、一旦この、黒 X を回避できる説教者を出していきましょう。これを除去ろうとすると、カードを1枚追放する必要がありますが、さあ、これはトップで喉首を引いている。できれば次のターンは、土地を引いていきたかったですが、ここも例によって、グリッサですね。これも除去ろうとすると、カード1枚の追放が必要。おそらく次のターンに、X3 で行くのではないかなと。最低、初手は土地2枚だったんですが、もうまっすぐと伸びていってますね。ここに全体除去を使っていく。なるほど。証拠収集してるんで、デッキから抜きたかったっていう感じですかね。というかあれか。説教者を、抜いてってますね。土地引かず。これはちょっとね、土地さえ引ければ、全然ね、動き方が変わってくるんですが、3マナストップはちょっとさすがに動けないですね。相手も、これで、接合機を置く余裕ができたということで、これまず先に殴っていきましょう。おそらく殴らせないでしょう。殴らせる。なるほど。おそらく一旦接合機を置いていきたいっていう感じですかね。であれば、トークン使っていきましょう。土地が欲しい。さあ、もう一回。土地が欲しいが、ようやく4マナ目を引きましたね。まずは、新人から出していきましょう。で、相手は接合機を置いてきて、ただ、除去2枚はあるんですが、戦列騎士がいるため、どんどんと、こっちがアドバンテージを取っていくことができますね。さあ、ここは、なるほど。アドバンテージよりも、ライフゲインを重視してきましたね。ただこれ戦列騎士が出ることによって、
調査をね、することができるんで、まあ、11交換してるんですけど、こっちの方がね、アドバンテージを取っていっているという状態ですね。これがね、まあ、やはり、ゴルガリの、強みですね。で、青白コンと違って、青黒コンは、追放除去がほぼほぼ入っていないということで、まあ、おそらく、まあ、この戦術騎士が、かなり、キーカードになっていくのではないかなと。はい。さあ、ここで、先陣を倒していく。さあ、残り18点まで。からの舗装。まあ、アドバンテージはどんどんと取っていきますよと。まあ、コントロールからすると、なかなか地獄ですよね。除去っても除去っても、どんどんとアドバンテージを取られていく。これはそのまま殴っていきましょう。まあ、ミセラランドは普通に除去れるんで。さあ、9点パンチ。お、起動する？なるほど。さあ、まあ一応カウンターケアで長い別れを使っていきましょう。さあ、5マナ使った状況。9点通って、地図トークンを使っていきましょう。相手はおそらく除去持ってないですね。まあ一応クリーチャーなら何でもいいということで、トップに置いていきましょう。さあ、残り9点。全除去を引かないとかなり、はい、ここで投了と。GG。まあ、相手接合機型だったんで、火ダゼは入れておきましょう。で、コントロールに対してはね、このミニンカ霊柩車結構強いんで、あとはハンデスとリリアナを入れていくと。まあ、ゴルカリはその、メインボードからね、しっかりとコントロールに対して戦っていけるんですけど、サイド後もね、こんな感じでがっつりと、まあ、ハンデスなりを入れていくということで、まあ、さらに有利になっていくという形ですね。あとは、まあ、ドレッドを抜きますかね。コントロールに対しては弱いんで。まあ、こんな感じでやっていきましょう。さあ、1本目勝手に2試合目。土地がちょっと気になりますが、まあ、キープしていきましょう。超ホランドで、まあ、土地を探していきたいですね。グリッサは墓地に。さあ、3マナ目が引けるといいんですが、引かず、まあ、一旦これは新人を出していくしかないですね。さあ、除去は持っていますが、ここはそのままスルーしていく。一旦スルーするのは、まあ、X 除去とかですかね。さあ、なんとか土地を引くことができましたね。ここスルー。なるほど。まあ、除去はあると思うんですが、これは何だろうね。さあ、脅迫、打っていきましょう。おー、なるほどね。パクパテクも入ってる。パクパテク、結構これめんどくさそうですね。要はそのパクパテクが生き残っちゃうと、相手の除去がね、毎ターン反復するんで、これサイドから入れてきたんかな。さあ、土地引かず。さあ、ここにも除去を打ってくる。まあ、一旦脅迫ですね。喉首の方が嫌ですね。喉首と、いや、どうするかな。脅迫もう一回打つか。X 火力抜いた方がいいですね。リリアナを生き残らせたいんで。さあ、パクパテクに対しては、まあ、リリアナが刺さっていく、状況ですね。これね、除去全部抜いちゃうと、パクパテク無双されてましたね。さあ、パクパテクは、しっかりと落としていく。まあ、復活するのにこれ3ターンかかるんですけど、3ターンあれば、まあ、リリアナがもう一回ね、マイナスにできるということで、なんとか、対処はし続けることが可能ですね。さて、ここはどっちから行くか。まあ、全体除去のことを考えると、まあ、アクロゾズから行った方が良さそうですね。さあ、止まってくる。カウンターはなさそうですが、さあ、リリアナプラスで、新人を落としていきましょう。ああ、否認ね。なるほど。からの接合機。ただ、まあ、この接合機に関してはおそらく、まあ、ドロースペルとか X 系のカードぐらいしか多分使われなさそうな感じではありますね。
さあ、ここは、一旦全体除去をしていく。まあ、さすがに、アクローズズを抜いていきますね。まあ、デッキには1枚だけということで、アクローズズが、まあ、そのまま、これは返ってこないと。さて、ただ、いいですね。相手も手札1枚だけなんで、さあ、目ざとい新人で、さらにアドバンテージも取っていく。からの、リリアナプラスですね。いや、コントロール側はね、これがね、相当きついんですね、やっぱり。ハンド攻め。はい、これは意味ないですね。さてさてさて。こうなると、もうアドバンテージを取っていけるこっちがかなり有利という状況ですね。まあ、青白コンよりも、どっちかというと青黒コンの方が、こっちとしてはやりやすい感じはありますね。さらにミシュラランドも引いていく。青白コンに対しては、まあ、追放除去があるんで、追放除去も一応ケアしながら、まあ、1体2体とかで殴っていく形になりますね。まあ、接合機はもうこれ無視していいかなと。さあ、残り11点。クリーチャー引いたら出していきたいですが、邪教。さあ。まあ一応 X とローのことを考えると、接合機、まあ一旦やっといてもいいかもですね。さあ、パクパテクは即土地に戻していくと。さあ、そして脅迫。まあ一応ね、振っていきましょう。はい。さあ、ということで、10点パンチ、残り1点ですね。まあ、X ドローケアで、一応接合機も割っておくと。さあ、0にお帰りと。これでまあおそらく、トップ全体除去されても大丈夫なので、ここで投了ですね。GG。さあ、こちら、メンバーの方の試合ですね。見ていきましょう。後手ではありますが、しっかりと1、2、3とあるハンドなので、まあなかなかいいハンドですね。さあ、しっかりとここは7枚キープをしていく。さあ、相手は沼からスタート。脅迫引いてきましたが、まあ先に、重宝していきそうですね。まあ土地はまだ欲しいということで、トップに置いていく。さあ、相手は、これはミラーガですね。さあ、目ざとい新人が出てきますが、一旦、脅迫切り崩しプランですね、これは。はい。まあ、ここでクリーチャーを出していたら、テンポを捉えていたので、まあ、脅迫切り崩しが、まあ、おそらく最適解かなと。さあ、ここはスタックで切り崩しを打っていく。さて、まあ、ただ後手ということもあって、ちょっとね、動きづらい形ではありますね。さあ、一応ここは、ブロッカーとして保証を出していく。これで相手にクリーチャーを引かれていたら、はい。まあ、これでアドバンテージを、取られていくと。まあ、ミラーは基本的に、もうお互いにアドバンテージをゴリゴリに取っていくという形になりますね。さあ、まずは3、4がアタック。まあ、保証は警戒で殴れるのがだいぶ偉いですね。まあ、おそらく何もないとは思いますが、ここで、止まってきているのは何でしょう。切り崩しとか持っててもこれ止まらないはずなんで、まあ3点は取っていく。さあ、この新人が倒されなければ、次のターンにはこちらも調査をしていくことができますね。ただ説教者は強いですね。さあ、相手新人が44まで育って、さらに調査もしている状況と。愛憎にはなかなか良さそう。さあ、一旦保証を育てていく。いいですね。これは、引いてからもう除去を打っていきたいという状況ですね。さあ、長い別れを説教者にしっかりと打っていく。結構お互いにいい動きですね。さあ、ここ、舗装はもう、殴れるということで、さらに、施術トークンを出していく。相手は手がかりでドロー。お互いに、これはもう、アドバンテージを取りまくって、まあ、好き放題やってる感じではありますね。
さあ、相手土地を除くと残り2枚。リリアナ。これプラスしますかね。マイナスする。まあ、新人は落とされてはしまうのですが、ただ、さらに説教者。これは強いですね。これ、殴りますかね、もう。うん。まあ、一応、相打ちは取れるんですけど、まあ、相手の説教者を落とせて、で、さらに愛憎人を出せるということで、まあ、悪くはないんじゃないかなと。さあ、出たとき誘発で、2-1白トークンを2体出していく。まあ、これで、次のターンにはおそらく、リリアナもしっかりと落としていけるのではないかなと。さあ、ただ戦列騎士。うん。いやー、ゴルガリミラーらしい試合ですね、これは。なかなか面白い。さて、相手、まあ、殴れないですね。お、殴る。なるほど。これは相打ち取って良さそうですが、どうでしょう。うん。まあ、相打ち取って、で、愛憎人で、リリアナを殴っていくという形になりそうですね。さあ、盤面はすっきりしましたが、ここで避難。うん。さあ、ここは、おそらく愛憎人でそのまま殴っていくでしょう。スタックでなぜかドロー。ハンデスはケアしないと。喉首は上に置いていきそうですね。さあ、リリアナにアタックして、さらにトークンを出していく。これ、まあお互いにそのアドバンテージは取るんですけど、こっちの方が、アドバンテージを取るスピードが速いということで、まあこちらの方がだいぶ有利な状況ですね。さてさて、まあもう一回愛憎人の能力が使える、状況ですね。さあ、コウモリはもう反根生物として出していく。一旦、うん。コウモリ除去って、まあもう、がっつりと殴っていきそうな感じですね。フルパンしそうですね、はい。さあ、さらに2-1白トークンが2体出ていく。いやー、一回こうなるとね、愛憎に、とんでもないですね。はい。さあ、IH を取っていくんですが、残り4点でこの盤面。さすがに、めちゃくちゃ有利な状況ですね。まあ、威迫をでかくしておくと、さらに勝ちやすいかなと。まあ、全除去ぐらいかな。うん。これと両と。GG。さあ、まあ、ミラーということで、うん、ギックスはいらなそうですね。さっきのも抜いて、リリアナを追加していく。まあ、基本的にその、ボロス招集用とか、コントロール用に入ってるカードをちょっと抜いていく形ですね。まあ、戦列キスが入ってるんで、個人的には墓地対策入れていきたい感じではありますが、さあ、ここは何を入れるか。ギックスを入れていく。うん。さあ、一歩目勝って2試合目。これは即マリガンでしょう。はい。まあ、バランスがいいハンドリになりましたね。まあ、森ボトムかなと。さあ、試合見ていきましょう。さあ、相手はミシラランドからスタート。まあ、こちらも、だいぶバランスはいいハンドということで。さあ、ただ目ざとい、新人。まあ、ここに喉首打ちたくない感じはあるんですが、まあ、結構難しいですよね。お、ここは一旦構えていく。はい。まあ、アドバンテージは取られるんですけど、さすがにグリッサーを除去りたいかなという感じですね。まあ、どちらも残るとかなり厄介なクリーチャーということで、まあ、まずはグリッサーを除去っていく。これは先に、はい、グリッサーから入りますね。グリッサーを出しておくことによって、まあ、ブロッカーになっていくので、まあ、一旦、はい、除去がなければという感じだったんですが、ここは、喉首を持ってきている。さて、まあ、ただ、説教者も同じく、
ブロッカーになって、かつアドバンテージを取っていけるので、まあ、ほぼ、似た役割ですね。説教者を落としていく。なるほど。さらにサンスレイヤー。これは強いですね。一旦マイナスいきそうかな、これは。うん。まあ、どちらの生物も残せないということで、まあ、マイナスから入っていくと。で、一応新人も出すことはできるんですが、まあ、相手のグリッサは止まらないという状況ですね。これチャンプするかな。まあ、結局、スルーしちゃうと、おー、強い。いや、これはね、相手の動きがめちゃくちゃ強いですね。うん、チャンプしていきそうですね、これは。さて、なんとかアイゾーにも出していけるということで、さあ、ここは一旦殴って、まあ、チャンプブロッカーを出していくと。お、ブロックする。なるほど。まあ、アクローザズは、まあ、即ね、またひっくり返るということで。さあ、アイゾーに出て、2-1をどんどんと出していきましょう。結構きつい盤面ではありますが、まあ一応グリッサが、止まっていて、でも盤面展開はこっちがしているという状況ですが、さあ相手ヒダゼ。まあ墓地掃除と、ゲインもしていきますかね。いや、まあ墓地だけですね。うん。まあドローができるので、ああ、なるほど。さあ、戦慄騎士も持っている。まあ、これはチャンプするしかないんですが、結構きついですね。まあ、新人出して、リリアナプラスするしかないかな。ちょっとこれは、まあ、だいぶきつめな盤面ですね。盤面展開自体は同じぐらいなんですが、まあ、相手のそのグリッサで、アクロゾズも、何回でも戻ってくることが可能ということで、だいぶ相手が有利な状況かなと。さあ、コウモリを出してくる。からの、アクロゾズですね。これは、まあ、とりあえずこのグリッサをどうにかできないと、始まらない感じはありますね。さあ、まずは、トップを見てからドローしていくという感じですかね。ここは土地。まあ、置いてプラスしてから、お、マイナスする。これは何を落とすか。まあまあまあ、戦慄騎士ですね。さあ、ドローして、まあ、除去を引けないとかなりきつい状態ですね。さあ、アイゾーには殴っていく。まあ、ライフレースでどうにか勝っていきたい感じはあるんですけど、結局その、アクロゾズがいるため、まあ、原因もされてしまうということで、なかなか、厳しい盤面ですね。何かまくり目あるかな。まあ、死人に口なしとかが、入ってるリストであれば、アクロゾズも追放できるんですが、このリストだと、アクロゾズの対処手段がないですね。まあ、なんだかんだ、ミッドレンジミラーにおいてはアクロゾズがマジで強いので、さあ、これはもう、リリアナ通されて、まあ、残りのチャンプブロッカーの数も、少なくなってきている状態と。いや、さすがにこれは無理かな。多分まくれないですね。こっちもアクロゾズ引いて、かつ、グリッサーを対処しないといけないという状況ですが、まあワンチャンまだあるぐらいですね。とりあえずアクロゾズをこっちも引いていかないと、まあ話にならない状況かなと。さあ、土地トップに置いていく。これはさすがに厳しいですね。ここで投了に手が伸びていくと。GG。まあ、墓地対策カードを入れるかどうかという感じではあるんですが、まあ、相手はその、火ダゼを入れてきていましたね。さあ、
こちらは、個人的には霊柩車を入れていきたい感じはありますが、さあ、ここはそのままいくと。さあ、1勝1敗で3試合目。クリーチャー1枚だけではありますが、動いていけるハンドということで、キープですね。さあ、ここは、さっきやられた動きをやり返していくと。目ざとい新人からのグリッサー。はい。ここは操作リ除去しかなかったため、特目を打っていく。ただこれでグリッサが、生き残る確率が上がりましたね。で、さらに確定除去を持っていたとしても、これは先に除去理想ですね。除去ってから、先にアドバンテージを取っていきたいかなと。さあ、グリッサでワンドローしていく。2マナクリーチャーを引くのがベストではあったんですが、苦々しい勝利を構えることができるということで、悪くはない動きではあるかなと。さあ、ここはコウモリを出していく。スルーしても良さそうではありますが、もうこれは除去を使っていく判断ですね。一応、除去を使っておくことによって、リディアナで落としやすくなるんで、使うのも全然悪くはないですね。さあ、グリッサで殴ってワンドローしていく。これはドレッドを出していく流れですね。さあ、残り15点ではありますが、除去を持っていないと、どんどんとドレッドで、ライフが絞り取られていく。こちら長い別れがあるので、これは相手相当厳しいのではないかなと。さあ、ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。